はい。ナマステ。Good morning. Good night. Selamat pagi. Selamat malam. Né? Bom dia. Boa noite.日本に台風がやってきますね。またまた秋雨前線があるのですよね。そうすると台風がどんどんと発達をし始めるのですよね。台風14号なんてですよね。まあ大変なことになるのですよね。台風自体はね大したことでもないですが、めちゃめちゃ大型になるという可能性はないと思います。前のように空中というその大きさにはならないと思います。まだまだ太平洋は高温の状態なんですよね。33度という水域を通って30度という水域を通ってくるのですね。だから少しずつ大きくなってきますですよね。まあそれはそれなんですけれどもね。秋雨前線にかかったらまた前のように雨ばっかりになって土砂崩れが発生をするのですよね。台風のままだとスッと行ってくれたら一番最高のコースなんですけれどもね、そうじゃないのですよね。また今回も台風として来て、そして水蒸気を吸収いたしながらだんだんと大きくなってね、沖縄とかそういうところを暴風圏に入って、そこから急に偏西風にまで上りてくるのですね。
どこで乗るかは私は分かりませんけれども、太平洋高気圧の波に乗ってくるのですよね。徐々に徐々に徐々にじわじわじわとね、争いの前のこの静けさというのは本当に恐怖感を感じますよね。あれ、なんだろうかという感じで、それで急に風が、そういう風がヒューヒューと吹き荒れてくるのですよね。戦争も同じなんてですよね。戦争もなんかね、静かな晩だったけれども、一発の銃がパーンと破裂、そして銃弾が人に当たったら、さあ戦争だというふうに国中がうわーと盛り上がるってくるのですよね。そういう感じなんですよね。今回の台風もそうなんですよね。台風の前の静けさ、それはなんと身震いすることでしょう。それとまた秋雨前線があるから、もし上陸とかやっても急に上がったってね、960ミリバールかないか分かりませんけど、それが上がってきて970か80になったら、今度は温帯性低気圧になるのですよね。温帯性低気圧になったらまた大変ですよね。被害が大きくなるのですよね。暖かい風が南から北からは冷たい風が入り込んでくるのですね。台風、一番最初は、ね、熱帯性低気圧から、それが徐々に大きくなって18メーターを超えた場合に台風となって、台風が今度はずっと上へ上がってきて、それが日本に上陸とか、そういうふうなことがあって、勢力が弱まってきて、前線があれば前線を伴って雨風の温帯性低気圧になるのですよね。それがまた悪いのですね。本当に暖かい風と冷たい風がぶつかって、それで大雨になるのですね。ずわーっと。それで大被害を
受けるのですよね。そんなことは聞かない言いませんよね。まあ台風14号によって目をそらさないでくださいね。それから危ないと思えたら直ちに逃げてくださいね。避難所へと行ってくださいね。よろしくお願いします。では、老夫妻の方々、危ないと思ったら、もう雨が降ったらもう避難所とかそういうところへと行ってください。それが僕のからのお願いです。自分ので生命は自分で守らなければならないし、で川の付近へと住んでいる方々はまた警戒をしてくださいね。危ないと思ったらもう逃げてくださいね。ただし情はきちっとやってくださいね。盗難に遭う可能性があるもので。ではよろしいですかね。ではさようなら。